はじめまして、神さんの感情の解放です。心地のいい感情は個性と可能性を引き出してくれます。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は過去を思い出して後悔して未来が不安になるこの感情と思考についてお話ししていきます。なぜかわからないけど、すぐ過去のことを思い出して後悔してしまう。なぜか未来に起こることが心配でそわそわしてしまう。こんな悩みを持っている方も、すぐに気が楽になる感情の解放の方法もお伝えします。今、地球人はネガティブな感情を抑えて、自分をコントロールすることを当たり前にして、毎日を生活しています。この動画を見ることで、目には見えないエネルギーの感情の解放を浄化として受け入れていくことで、心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。この動画では、私の実験や体験と脳科学や心理学、量子力学のできるだけ新しい情報も取り入れながら配信しています。これからの地球人は他者の答えを自分の答えにすることはありません。自分の個性という強みを愛して信じていくからです。感情を解放することは個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。もういらないと感じているネガティブな感情の解放で波動が気楽になってきます。この感情はなぜ起きるのか、その感情はどのように解放していくのか、今日も右脳と左脳の特徴についても話していきますね。今回も思考をテーマにして、過去に後悔して未来を心配してしまうネガティブな感情について、この感情は過ぎた過去の経験と来てもいない未来を考えることから出てくるネガティブな感情です。今日は時間は五感で感じて言葉も空間も生み出すもの、未来や過去と時間の概念を覆すような話も取り入れていきます。この感情は頭の中で描いている思考のスパイラルにはまっている状態です。この思考はさまざまな心の病を引き起こす原因で、メンタル面に大きく影響します。正しい対処法や科学的に効果のある対策もありますので、これを知らずに悩んでいる人も多くいると思います。自分の感情をコントロールするスキルを身につけていくことにつながって、脳が活性化して快適な思考にしていきます。まず過去や未来について少し違う角度からお話ししていきたいと思います。少しだけ世にも不思議な世界のような話です。初めてお聞きになる方には怪しい話に感じるかもしれませんが、覚悟して聞いてください。いろんな学問の論理もありますが、少しでも未来や過去から解放される話になればと思っています。こんな話をご存知の方もいらっしゃると思いますが、私なりに分かりやすく話していきますね。時間と空間の距離は入れ替えができると言われています。時間に関する概念は大きく分けて2つあると言われています。1つ目は直線的な時間という概念。過去から現在、未来へと直線で時間が流れるという概念です。2つ目は循環的な時間という概念です。直線的なものではなく、時間は循環するという考えるものです。太陽が昇り、日が沈んでいく循環。春、夏、秋が来て冬が来るという循環。こういった循環的な時間は天体と密接しています。この2つの時間の概念は、狩猟採集の時代から農耕文化へ移行したことで発達したと言われています。確かに農耕は未来に向けた収穫を予期して行われるものですから、間違いなく時間の管理ですよね。今まで当たり前のように時間を認識して使う言語には、現在、未来、過去といったものが存在します。なぜ何かわからないけど、すぐ過去のことを思い出して後悔してしまうんでしょうか。なぜ未来に起きることを心配してそわそわしてしまうんでしょうか。ネガティブな感情は五感の中でも特に目から入るネガティブな情報で作られることが多いんです。人間は自分が持っている情報から思考で
ストーリーを作ります。左脳で記憶して理解することでどうしてそれが起きるのかっていうストーリーを描くんです。でも現実はそうじゃない。このことに気づくことがポイントです。それに気づかないとこの思考でずっと考えることをやめられないからなんです。しかし世界には時間の概念が限りなく薄い人類が存在しています。アマゾンの森林、奥地に住む狩猟民族で、この部族の言語には時間に関するものが存在しないと言われています。日付や年月に値する単位や言葉も存在しません。誰も年齢を知らず、ライフスタイルで名前を変えています。昔の名前は生まれてきた兄弟などに与えられ、過去の自分とは別のものになっていきます。しかし、昼と夜、雨季と乾季という言葉は存在していて、時間を感じないわけではなく、認識はしているんだそうです。言語として必要がないだけで、過去から現在、未来といったものを理解をしているということです。時間の概念はなく、行動の制限もありません。寝たい時には仮眠をとり、夜中でも一日中話している。食事は食べたくなった時に一日に一度か二度、食べないこともあります。何も食べずに遊んだりしても食料の備蓄もしません。必要なものを必要なだけ取ってきて必要なだけ消費して終わり。作っても長持ちするものは作りません。必要になると何回も同じことが発生するのにもかかわらず、丈夫で長持ちする素材では作らないんです。今の話は定かではない未来を予想したり、想像して心配したり行動することはありません。過去に興味がなく、世界中の神話も存在しません。人間の歴史も自分がどこから来たのかも興味がない。空想の物語も古い出来事を残したりもしません。ただ、色を表現する際には、赤は火、緑はまだ熟していないものという全体画像で表現をします。この民族の価値観は実体験を重要視していることです。直接的な経験です。つまり実体験が最も大事とされる文化が非常に強いんです。なので経験していないことを心配したり不安になったりはしません。必要のない過去や未来を気にしていないという見方もできます。なので未来や過去の重要視しないような感性と文化が育まれてきたのは環境による影響が強いんですね。人類は2種類の空間を区別しています。上下左右、自然の中で見る空、そして地面です。あとは遠いとか近いなど、遠い過去や近い未来など距離は時間の概念で含まれています。空間、距離と直線的な時間とセットでいつも対象物が存在しています。人間は五感で経験し、空間を立体的に作り、明確にします。空間は五感と合わさることで理解をします。空間を組み立てていくのはほとんど視覚です。空間を認識する上で視覚は距離と空間の感覚をもたらします。聴覚は音の大きさによって距離の感覚を伝えます。その空間の広さや理解するのに必要な付属の情報など、音が響く感じですね。触ることで大きさや形状を知ることができます。軽いのか冷たいのか体感することができます。他の感覚は空間を作り上げていく働きがあります。このように視覚の情報が生活の環境に直接関係しているわけですから、距離や時間の概念が人それぞれ違うのもわかります。例えばここで一つの対象物を視覚で見てみると、遠ければ小さくなり、対象物が近づいてくると大きく見える。数分前には遠くにいて、今はここで、さらに数分後には近くにいる。数分後にはどのくらいの大きさに見えるんだろう。この空間のことを理解できなければ、直線的な時間の概念がないということも理解できます。空間は視覚で認知され、空間にある対象にしているものの距離はエネルギーや速さで表すことができます。こうして循環的な時間も
直線的な時間も、環境によって肌で感じる季節や太陽、月で時間を感じています。感じづらい環境では明確に空間を認知することが狭くなってきます。このように未来や過去を気にすることは時間を超越してできるだけ遠い場所を求めて時間の束縛から解放されたいと願っているのかもしれません。ある意味意識を使って過去に存在することができているからです。自らが積極的に遠い場所に行く計画を立てる行為自体は時間と空間に管理されることになります。計画は目標を作ることで空間と同時に時間が必要になります。いつまでにあの場所に行って何かをしなければならないって常に時間に縛られています。しかし今その時間の概念も肌感覚で分かっています。今を生きてわざわざこの体験をして感じているということも考えられるわけです。時間の概念から解放されている幸せな民族は笑顔で過ごす毎日だそうです。時間に束縛されていない理由だけではないでしょうが、過去もなく未来もなく今ここにあるこの瞬間の直接の体験のみを重要視することで過去の後悔や未来への不安から解放されているのかもしれませんね。ここから感情の解放をしていきます。もういらないと感じている感情が出てきたときには、まずは今の感情を出てきたことをしっかり認めます。出てきたいらない感情のことはあまり重く深く考えずに軽い感じで、理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら感情を解放するどころか、またネガティブな感情を作ります。出てきた感情がそんな感情が自分の中にあったんだなとさらっとドライな感じでいいんです。地球上の波動は常に二元性を持っています。ネガティブな波動にはポジティブな波動が同時に発生する、同時に起きる、起こす波動です。ネガティブな感情は他者との波動を変えて起こしています。自分が選択したネガティブな感情を今体感しているということは、選択した感情をすぐにポジティブの感情に置き換えられます。二元性を持つ反対の波動は持っているから起きているんです。地球人は幸せになるためにこの地球に生まれて生きています。幸せを感じる感情を選択してください。その時点でポジティブな感情を体感しているハッピーな自分もいます。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。今日の解放のワークは運動と深呼吸です。散歩を瞑想として取り入れていく、スポーツ瞑想にすることをお勧めします。呼吸法で右脳に働きかけることで感情のコントロールができるようになります。左側の体や左目を使うことで右脳の活発化も期待できます。解放するイメージです。この感情をしっかり認めて捨てるイメージで手放していきます。深呼吸の後には必ずお水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞に思いを伝達してくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、こんな感情が自分の中にあったんだなってさらっと俯瞰するだけでいいんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに気が楽になっていきます。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことは、あなたがあなたを守ることになり、体はいつも味方で地球人生の本当のパートナーです。脳の使い方が変われば思考が変わり始めて、習慣も
細胞の働きもどんどん変わります。いらない感情が出てきた時には、この順番で感情の解放を続けていきます。どんな時でもあなたから出てきた感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで、思考が変化して、脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。ここでまとめです。過去と未来の不安と心配は日常の環境である程度解消できるというお話をしてきました。空間と時間は過去と未来と現在っていう捉え方です。でも非常に面白いのは言葉です。言葉は話をしても書いて文字に変えて読んでも同じ内容が通じます。それから自分で喋っているのも耳から入ってきます。耳から入って理解したことと目から入って理解したこと、同じになるのが言葉なんです。目で見るものと耳で聞くものは全く違うもの。なのに当たり前だから違うと気づいていない。それも言葉のせいなんですよね。目で文字を見て中身がわかるし、耳から聞いてもわかるわけですから。目から入ったものを脳が情報を処理をして、最後のそれが脳で一緒になる。ただ、目と耳から情報を脳で処理して合わせていく言葉ですが、物理的に全く関係ないものを脳の中で同じにする。目と耳に理解してできているのは時間と空間という概念だと思うんです。目は瞬間しかないし、時間を理解しようとする耳で聞くときには時間がないとできません。あらかじめ目で見たものにズレを生じます。脳が合わさっているっていうか、同時に起こったことにしているって上手に調整するんですよね。初めから人間が時間と空間を合わせている。言葉を使って現実を変えていることもなんとなく理解ができます。空間は目で見た瞬間、目だけは瞬間だけですから、言葉を使うことは必要な概念って思うんです。物理の世界だと備わったものと考えます。時間も空間も別の言い方をすると人間の脳が作っているって考えているわけです。人間は時間をどうやって認識しているんだろう。時間って本当に存在するのかな。時間は人間が勝手に作り出したものなのか。時間って実感はあるのに実体がない不思議な概念ですよね。時間は一定に直線のように進んでいると教えられていますが、思考は波動のエネルギーです。過去や未来にリンクできます。実は過去も今も未来も同時に存在しています。宇宙は多くの次元が存在しているとも言われていますが、意識を何に焦点を合わせているのかによって見える現実が変わってきます。脳の中で記憶しているものだけではなくて、脳内のデータを使って思考エネルギーをつなげるんです。意識を過去や未来に合わせることでリンクができる。だからリアルに思い出すことができるんです。思考の意識のエネルギーが思い描いたから現実に現れるんです。逆に考えたらイメージが上手で現実にあったかのように過去や未来にリアルに感じることができているということです。こうした意識のエネルギーを感じたら、右脳を活性化させる波動を軽くすることです。感情と思考がなくなれば、過去も未来も出てこなくなります。波動が軽くなれば、すっかり忘れていきます。楽しいことや好きなことをしてください。さらに脳の活性化につながり、過去も未来のことも気にならなくなります。脳には容量があるんです。だから忘れていくことになるんです。これからの地球では映画や漫画のような信じられないことも起きてきます。次は何が来るんだろう。今度はそうきたかという柔軟な心構えも大切なんです。私からの提案は、自分の信じている心地のいい音や音楽、好きな色、癒される匂いを使って五感で心地よさをイメージすること。少しずつ右脳の活性化につながります。快適な思考を作り、感情の解放が
自然にできていくと思います。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。